ケミカルミラクルこんにちは。ドクターデリートだ。今日も世界を征服していくぞ。諸君は世界征服に必要なものは何だと思う？破壊兵器、計画力。それも大事だけど、一番大事なのはカリスマ性だ。こいつ何かとんでもないことやりそうだぞという迫力が大切なのだ。そのためには声のかっこよさが重要になってくる。悲しいことに私の声には迫力がない。そこで物理現象の力を借りることにした。ということで今回の企画はドドン、ドップラー効果でイケボを作ってみよう。ドップラー効果というのは、走っている救急車が近づいてくるときは音が高くなり、遠ざかるときは音が低くなる現象のことだ。諸君も体験したことはあるだろう。この現象を使ってどのくらいの速度で動けば私の声がかっこよくなるかを実験するぞ。今回の作戦を教えよう。これを見てほしい。ドップラー効果はこのような計算式で表される。すなわち音の観測者が動かないとすると、音源が観測者に近づくときは周波数が高くなり、遠ざかるときは周波数が低くなるのだ。今回の実験では私が音源なので、声を出しながらマイクに向かって動くことになる。測定したところ、私の声の周波数は 152Hz であった。ドップラー効果でこの声の周波数を変えてみよう。ということで実験のためにサーキット場にやってきたぞ。まずは世界陸上の世界記録の速さで試してみよう。男子 100m の世界記録はウサイン・ボルトの9秒58。秒速にすると約 10.4 メートル毎秒だ。この速さでマイクに向かって走るぞ。よし、準備完了だ。よーい、スタート。それでは声を聞き比べてみよう。まずは平常時の声。次に動いた時の声。あんまり違いがわからないな。次は私の声がソルフェジオ周波数になるように動いてみよう。ソルフェジオ周波数とはグレゴリオ聖歌に使われた音階で、人の心を安定させる働きがあるらしい。まあ本当かどうかはわからないかな。ソルフェジオ周波数の一番低いものが 174Hz なので、計算によると秒速約43メートルでマイクから離れる必要がある。結構速い速度なので、このマシンに乗って動くぞ。行くぞ。よーい、スタート。それでは声を聞き比べてみよう。まずは平常時の声。次に動いた時の声。今回は声の違いがはっきり分かったな。近づいてくるときは声が高くなり、遠ざかるときは声が低くなった。まあ声のかっこよさについてはちょっと分からなかったけどな。次は速度に緩急をつけて実験してみよう。動く速度を速くしたり遅くしたりしたらビブラートみたいになるのではないか。それではやるぞ。よーい、スタート。それでは声を聞き比べてみよう。まずは平常時の声。次に動いた時の声。まあちょっと声は揺れてたけど大きな違いは感じられないな。
最後はものすごく速いスピードで動くとどうなるかやってみよう。今回動く速度は音速だ。果たしてどうなるのか。おお、緊張するな。音速で動くとソニックブームが出て大変なことになるから、諸君は真似しちゃダメだぞ。それでは行くぞ。よーい、スタート。それでは声を聞き比べてみよう。まずは平常時の声。次に動いた時の声。おお、結構声が変わったな。計算によると、近づく時は声が聞こえないらしくて、遠ざかる時は声が1オクターブ低くなるらしい。確かに低くなってたな。いかがだっただろうか。いやー、面白い実験だったけど、まあこの普通の声で世界征服をしていくことにします。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしく。世界の技術をデビルゲット。ケミカルストリーマー、ドクターデリートでした。バイバーイ。